開幕からどうしたの？レッドカードプレイヤーって何よ？回線切りを多発してペナルティを食らったプレイヤーのことなのだ。回線切りを多発させることでまずイエローカードを付与されて、そこからさらにレッドカードの付与があるのだ。さらにレッドカード状態で回線切りを何度か行うと、そもそもオンラインプレイができなくなるのだ。経験済みなのだ。実体験なのだ。ずんだもん、あなたオンライン対戦の禁忌である回線切りをそんなにしたというの？かけらも褒められた行為ではないわよ。のだ。かい？誓って回線切りなんてしたことないのだ。オンライン対戦というものが生まれてこの方、恋の回線切りなんてしたことないのだ。でも実際レッドカード判定受けたのでしょ？発売日からずっとそうなのだ。回線が不安定で、バトルハブのアジアサーバーが緑アンテナになることすら前なのだ。同説したプレイヤーに聞いたらこっちは黄色で相手は緑だったのだ。しかも似た症状のプレイヤーがちらほらいるっぽいのだ。我が家だけではないのだ。陰謀なのだ。はめられてるのだ。ランクマが回せないのだ。一生プラチナなのだ。ずんだもん、元気を出していいじゃない。ランクなんて何でもランクを上げることだけが格闘ゲームではないわ。カスタムルームやバトルハブで遊べないことはないのだし、めげずにプレイしていきましょう。まあ、あんま気にしてないのだ。おい、メタンの言う通り、別にランクは何でも対戦はできるし、マスター目指せないとランクまで強いプレイヤーと対戦できないのは残念だけど、バトルハブでも対戦できるし、大会出場に制限かかるわけでもないし、別にいいのだ。でも回線が不安定なのは問題でしょう？そうなのだ。でも設定見直したりパフォーマンス変えたりしたけども改善は見られなかったのだ。もう原因が明確になるか公式からアナウンスあるまで様子を見ることにしたのだ。1ユーザーがあれこれ考えても限界があるのだ。開き直ってるわね。幸いカスタムで対戦してくれる知り合いがいるので機械を作って連戦頼み込むのだ。っていうわけで本題に入るのだ。前振りが長かったわね。今回はクラシックの剣の初心者動画なのだ。剣は使用率の高いキャラなので使ってる人も多いと思うし、対戦する機会も多いと思うのだ。剣はスト5だとビフリのフレームを取って逆卓昇竜をするパリピキャラだと思ってたけども、今回はどうなのかしら？今回はゲームスピードも上がったこともあるし、剣の使用がスト3サードに近いこともあって、パリピムーブはそんなに見ない印象なのだ。劉備脚や陣内脚で相手をガンガン踏みつけて陽キャなところを見せるキャラなので、実際パリピっぽさは変わってない気がするのだ。国際指名手配されてたりとストーリー重いのに。剣は剣なのだ。というわけで今回はプロゲーマー王梅原さんもメインキャラとして据えている剣の初心者動画なのだ。剣はコンボ選択の幅が多いキャラなので動画1本でまとめきるのは厳しいので、できるだけ発展性のあるコンボを選んでみたのだ。剣は現状かなり強い方のキャラクターだと思うけども、どれか一つでも弱くされたら途端に厳しくなることが予想される賞味期限がありそうなキャラなので、今のうちに楽しんでおくといいのだ。言い方。そして申し訳ないのだけども、基本的にはクラシック向けのコンボ方法の紹介なのだ。モダン向けも補足として入れるけどもメインはクラシックになるわ。細かいところはもしよかったらコメントで質問してくれなのだ。このチャンネルはコメント古事記なので動画以外の質問も歓迎なのだ。そういうことは自分で言わない。まずはしゃがみ弱キック、しゃがみ弱パンチ、立ち弱キック、総称流なのだ。土定番ね。しゃがみ弱パンチから立ち弱キックは目押しなのだけども、このコンボに慣れておけばコパンで暴れた時につなげられるようになるのだ。立ち弱キックの距離がすごく長いからコパンが届くならまず届くので場所を選ばない優秀さがあるのだ。しゃがみ弱キック、立ち弱パンチ2回ではダメなの？小足から立ち弱パンチ2回でもいいし、なんなら使い分ける場面もあるのだけども、とりあえずということでしゃがみ弱パンチ、立ち弱キックを覚えておいた方が後々生きてくると思うのだ。また最後の必殺技は強昇流でなくても弱陣内や弱竜巻、あとはゲージを使うなら EX 昇流や EX 陣内にもつなげられるのだ。 EX 陣内から SAE にもいけるし、とりあえず小技から必殺技をつなぐ感覚を覚えるのが大事なのだ。またコパンのカウンター時はしゃがみ中キックがつながるのだ。ヒット確認までできるようになってくればとても幅広がるのだ。剣のコパンは将来性抜群でとても優秀だと覚えておくのだ。ただ
無断だと小技は壊しから始まってしまうので、コパン暴れは現実的ではないのだ。また無断だと小技から立ち弱キックのコンボはしゃがみ弱攻撃を2回押してから目押しでアシストボタン弱攻撃になるのだ。結構操作が大変なのね。モダン剣が強いか弱いかは置いておいて、モダン剣の操作性が難しいこともあって、剣はクラシック操作が無難だと思うのだ。次に立ち中パンチ、立ち大パンチのターゲットコンボ、粉塵脚、粉塵竜巻なのだ。一気に難易度上がった気がするわね。ここで折れてはいけないのだ。粉塵脚からの派生は剣の重要なパーツの一つなのだ。一応粉塵脚の説明をしておくと、Kボタン2つで出せる特殊移動技なのだ。スト5で V スキルでもあったわね。 V スキルが特殊技になったのだ。粉塵脚は一定の距離を脱出する特殊移動技なのだけども、弱形で急停止、中キックで中段派生、大キックで攻撃派生と各種派生がある移動技で、さらに粉塵脚中の昇竜拳、竜巻、劉備脚の性能が変化するのだ。炎のエフェクトがつくようになってかっこいいわよね。このコンボのすごいところは2つあって、まずめちゃくちゃ運び距離長いところ、画面全体の半分以上は運んでるわよねこれ。さらに竜巻の後に前捨て2回で置き攻めに行けるのだけども、この時のプラスフレームがなんと5フレーム。5フレーム有利ということは投げが重なるのね。そうなのだ。壊しも5フレーム発生なので、壊しと投げの2択になるのだ。また端付近限定になるのだけども、粉塵竜巻、コパン、粉塵脚、中段派生とやると持続当てとなってコンボにいけるのだ。中段の置き攻めもできるすごいコンボなのだ。この連携よく見るわよね。粉塵竜巻恐るべしね。粉塵脚を絡めたコンボは他にもいろいろあるのだけども、とりあえずは竜巻を出せるようにしておくといいのだ。本当は粉塵竜巻を使ったコンボが適正でなかったとしても、とりあえず攻めの継続はできるから便利ね。そうなのだ。まずは粉塵竜巻を絡めるところから覚えるのだ。ちなみにモダンだと中のアシストコンボ3回で粉塵脚までは出るので、あとは竜巻である下必殺技ボタンを入力するだけなのだ。連打しすぎると劉備脚が出てしまうから慣れが必要だと思うのだ。モダン剣のコンボ本当に難しそうね。そもそもモダンが新しい考え方なのもあって難しいのだ。既存のキャラクターはクラシックの方が情報量も多くて無難だと思うのだ。次は中足、陣内脚なのだ。今世間を騒がせているウルトラぼったくり技ね。いつも助かってるのだ。知らない相手はこれだけで倒せるのだ。対戦が1回で終わるのもセットね。強すぎるって罪なのだ。こいつ陣内脚はどんな技なの？初段で後ろ回し蹴りを繰り出して追加入力で派生技を出す必殺技なのだ。弱が下段、中が中段、強が吹き飛ばし、派生が多くて説明するのにも対策するのにも時間がかかる必殺技なのだけども、使う方としてはとりあえず当たってる限りは一生続くはめ技と覚えておくといいのだ。説明が適当すぎる。新技である陣内脚は強度によって発生の速さが変わるのだ。弱陣内が12フレーム、中陣内が16フレーム、強陣内が25フレーム。強度が低いほど発生が速いけどその後の派生が遅く、強度が高いほど発生が遅いけどその後の派生が速い。本当はどの通常技から出すべきかとか視点や考察もあるのだけども、とりあえずは中足から出すといいのだ。中足から陣内脚は割り込まれやすい場面なのだけども、剣の中足からは波動や劉備脚といった他に見るべき行動も多いので、向こうが勝手に読み合ってくれるのだ。びっくりするぐらい無責任な発言ね。大丈夫なのだ。読み合いって言っておけば大抵解決するのだ。否定しきれない。陣内脚は今回の剣の要の一つなので、中足、陣内脚の他にも小技、陣内脚や日立大パンチ、陣内脚など出せる場面を多めに作れるようになると相手をはめやすいのだ。陣内脚の挙動は肌になじませておくのだ。次はインパクト指導のコンボなのだ。本作の剣はお世辞にも火力が高いとは言えないので、コンボチャンスは逃さずに活かしたいところなのだ。足のインパクトは大パン、強陣内、強派生、中昇竜拳なのだ。これ適正コンボなの？いや、わからないのだ。はい、わからないって解説動画でしょこれ。ノーゲージだとこれでいいのではないかと思っているのだ。多分ノーゲージだとこれでいいのは間違いないのだけども、発展として SA さんをフルヒットさせられないのだ。ドライブから立ち大パンチ、陣内の後に入れる中昇竜拳、
最後の中小竜拳を SA2 である疾風陣来客には変えられるのだけども SA3 の親友烈火には変えられないのだ。これは SA2 と中小竜拳の発生が6フレームで SA3 の発生7フレームと遅いからなのだ。中小竜拳から入れれば良いんじゃないの？そうすると SA3 の初当たりになるのだ。あらら。この動画は剣のとりあえずコンボ動画なので詳しいことは割愛するけども SA3 フルヒットを使いたい場合は別のコンボになるのは追記しておくのだ。次にインパクトのカニシカウンター時のコンボなのだ。とりあえずということであれば立ち中パンチ、立ち大パンチのタデコンから粉塵脚のコンボから始めるのだ。繰り返しになるけども剣は総じて火力が低いのでカニ漢字のコンボはあまり妥協したくないのが本音なのだ。ドライブインパクトのカニシカウンター指導は補正が緩いため可能な限り痛いコンボを目指すのが良いのだ。というわけで画面中央のゲージを使ったコンボも紹介しておくのだ。インパクトパニカン後に前ステップ、しゃがみ狂気、粉塵竜巻、EX 劉備脚、上昇竜拳。かっこよいじゃないのこのコンボ。そうなのだ。初めて見た時感動したのだ。一応これだ強コンボなのだけどもフルコンボと比べて特別大きな差はないので全部最速でできるこのコンボからやると良いのだ。ちなみにフルコンボは最初の前ステップ、しゃがみ強 P を垂直ジャンプ台キックにするのだ。ただ浮きがばらついて安定しないため最初は前ステップしゃがみ強 P からがおすすめなのだ。最後の強昇竜を各種 SA に変えてダメージアップも狙えるわね。最初はできなくてもコツコツコンボ練習していって最終的には発揮以外のパニカン指導のコンボはこのコンボにするのをおすすめなのだ。以上が剣のとりあえず初心者コンボなのだ。今回のって本当に一部でまだまだいっぱいあるんでしょう？そうなのだ。立ち台キックのパニカンとか劉備脚カウンターヒットとかドライブを絡めたコンボとかジャンプ中パンチ、竜巻からのコンボとか多いわね。最初から全部目指さなくても1個ずつ覚えていけばいいので剣を使おうと考えているプレイヤーは気長にプレイしていくのをおすすめなのだ。それはどのキャラでも言えるわね。一応ストリートファイターシリーズはコンボゲーというくくりではないわけだし最初は牽制技を覚えるのがベターよね。その通りなのだ。スト6はコンボゲー寄りになったとはいえどこからでもコンボを決めるゲームではないから牽制技を覚える方が大切なのだ。剣の牽制技はまずは立ち中キックと立ち台キックから始めると良いのだ。縦中キックは発生も速く距離も長いため強力なのだ。また先行連脚というターゲットコンボもあるため差し返しや反撃にも使えるのだ。立ち台キックはリーチが長い牽制技なのだ。このリーチの長さなのにパニッシュカウンター時はリターンがあるため相手は使われると怖い技なのだ。立ち中キックと一緒でガードされると不利フレームを背負うけども先端気味だと反撃も限られるためできるだけ先端当てで使うようにしたいのだ。先端当てでもパニカンならしっかり追撃できるので余力があったら練習してほしいのだ。ブログに通常技や必殺技の簡易解説を作ったのでよければ見に来てね。とりあえずになるのだけども剣の初心者動画だったのだ。剣はコンボに関しては覚えることが多くて初めて触ろうとすると情報の多さに戸惑うと思うのだけどもルークや竜と違ってここでこの技を使うと後につながらないというのは少ないので多少は気楽に覚えていけると思うのだ。どのみち CA を絡めないと大ダメージはないキャラなのでコンボを煮詰めるよりかは陣内脚や劉備脚をどれだけスムーズにかつ意表をついた形で使えるかの方が大事なのだ。それなりにやり込みが必要そうなキャラね。最終的に陣内脚の派生をディレイで出したりする必要があるので結構先は長いのだ。でもすげえおせおせでいけるキャラなので相手をボッコボコのボコにしたいプレイヤーには一押しなのだ。どのキャラでもそうだけど焦らずに続けていくのが大事ね。というわけで剣の初心者講座でした。次はもうちょっといろいろなコンボを紹介できるようにするのだ。よければまた見てくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。それほどでもないゲーマーチャンネル